つるくんです。今回はアニメ「オーラバトラーダンバイン」に出てくる、主役のダンバインっていう機体があるんですが、それのプロトタイプと言われているサーバインという機体ですね。こちらのフィギュアが出ましたのでご紹介していきたいと思います。オーラバトラーと言われる機体はロボットしていなくて、どちらかというと昆虫を模したような少し生き物っぽい形をしています。今までダンバイン関係のプラモデルって結構出てるんですけど、なかなかその生態的な曲線みたいなものですね、そういったものがあまりうまく表現できていなかったかなという気がします。アニメが放送されていた頃には私も結構プラモデルを買いましたけど、やっぱこれじゃないな感が強くて、どうしても不満があったっていうのが実態ですかね。こちらのメタルビルドで出たサーバイン、かなりですね凝った作りになっているようなので期待しています。では早速開封の方をしていきたいと思います。それではオープン。ブリスターが2つに分かれていますね。サーバイン本体の方は発泡スチロールの方に入っているようですね。こちらがマニュアルの方ですね。こちらサーバインの方から開けていきたいと思います。なんかちょっと部品が外れてるのが気になりますね。では本体を取り出しましたと。ここの部品が外れてるみたいですね。無事にはめることができました。頭部のヘルメットみたいな部分が別パーツ化されてますね。付属品についてはソードの方と手首関係ですね。それから台座の支柱とエフェクトパーツと羽の部分ですね。あとは台座の方となっています。台座の方にはサーバインの名前がついてますね。キットの内容はだいたいこんな感じですので、こちらのサーバインのフィギュアの方ですね、じっくり見ていきたいと思います。それではサーバインのフィギュアの方細かく見ていきたいと思います。頭部のヘルメットはまだつけていない状態なんですが、結構この顔っていうんですかね、そういったものが細かく作られていて、目があるのが分かりますかね。それから口のようなものですね。結構リアルでちょっと怖いような顔ですかね。各所にゴールドの塗装がしてあって、高級感が少しある感じですかね。それから胸部のコックピット周りはクリアパーツが使用されています。メタルビルドといっても基本的にアーマー関係はプラスチックですね。一部関節にメタルが使われているのかな。あまり表面に金属的なものは見えてきていない感じですかね。ただ今回塗装がですねかなり凝っていて、一見してわかると思うんですが、特にこのゴールド関係の模様がすごく細かく塗装されています。またプラスチック自体も少しパールがかかったような材質になってますね。シルバー部分とゴールド部分は基本的に塗装がされているといった感じですね。また足の爪の方ですね。表面は意外とつるっとしてるんですが、この爪の根元が少し汚れているような表現ですかね。そういった塗装がされています。足の裏は生物的なシワが表現されていますね。また細かいところに爪が出てきている感じですね。裏面なんかも結構塗装がされていて、ゴールドのラインが結構短部にしてあったりとかですね。こういった細かいところにもゴールドの塗装がされていたりします。全体的にこのブルーの部分は少しパールっぽいような表現になってますね。塗装ではないと思いますね。このちょっと色がついたところはまた塗装になってるんですかね。全体的に尖った部分が多くて、持ってると結構引っかかるんですよね。爪なんかも尖ってますしね。こういったアーマーの先も結構尖っていて、持ってるとチクチクするような部分が多いですね。では頭部の
ヘルメットの方をつけてみましょうか。このヘルメットの方には突起がついていて、これをこの頭の裏のへこみにはめるイメージですね。この頭部の角なんかも結構尖ってるんで、後々こう引っ掛けたりして折れないかっていうのがちょっと心配な部分ですね。またヘルメットの先っちょの方ですね、ちょっと宝石っぽいような色付けがされています。ヘルメットをつけても目の方はちゃんと、出るようになっています。それでは可動の方を見てみましょうか。まずは頭部の方ですね。下を向いて上を向いてといった感じですね。結構多重関節になっていて、可動範囲はそれほど大きくはないんですが、よく動くようにはなってますね。もちろん左右へのひねりですね。これはちょっと可動範囲としてはそれほど大きくないみたいですね。横への傾きもできるようになっています。それから肩の方ですね。肩側は独立して動くようになっています。また肩の方は上の方に、そこそこ上がるようになってますね。結構可動範囲としては大きいものだと思います。この肩の引き出し機構に伴って後ろのアーマーの方がですね、連動して動くようになっています。肩の付け根と肘関係ですかね。こういったところにはひねりができるような回転軸が設けてあります。ちょっと硬いんで回しづらいっていうのはあるんですが、それから肘の方は二重関節になってますので、このぐらいまで肘を曲げることが可能になっています。また細かいところなんですが、この前腕のカバーですね、これが稼働するようになっています。説明書にはこれが稼働することによって、手首の可動範囲が広がるというふうに書いてありますが、正直連動はしてないんであんまり関係ない感じはします。手首の根元が球体関節になってますので、こうぐりぐり動かせるようになっています。またこの爪の方ですね、これも稼働するようになっています。結構関節はね、固めに作ってありますね。胴体の方は前後動ができて、左右への傾き、腰の回転というところが再現されています。腰回りなんですが、このサイドアーマーの方ですね、これが結構よく動くようになっていて、根元にボールジョイントがあって、前後ですね、前のアーマーと後ろのアーマーが独立して動くようになっています。だからこのサイドアーマー持ってるとチクチクして結構邪魔なんですけど、可動という意味ではすごくこう動くようなアーマーになってますね。この金色の部分が股関節になっていて、このぐらいまでは開脚することができます。この股間の隙間を隠すような形でアーマーが出てくるようになっています。それから当然前後動で腰のアーマーの可動範囲が広いせいで、足自体はかなり上まで上げることが可能になっています。ここら辺はよくできてますね。それから足の根元は球体関節になってますので、少しこうひねることが可能になってるんですが、硬いですね。膝もすごくよく動きますね。このぐらいまでは曲げることが可能になっています。膝アーマーが膝の可動に連動して動くようになっています。あと足で面白いのが、この膝から下の部分ですね。この部分が下にこう若干動くようになってるんですね。なおかつ少しこうひねることができるようになっています。マニュアルには前後動、若干の前後動ができるって書いてあるんですが、ほとんど変わらないですかね。またこの膝裏のアーマーですね、これが二重に動くようになっています。ここら辺よくできてますよね。それからこのアーマー関係の裏なんですが、ちゃんと塗装がしてあって、きっちりしてますね。それから足首の方ですね、これも前後のこのアーマーが動くようになってます。足首の前後動ですね、
それからもちろん左右への傾きも可能になっています。この3本の足の爪なんですが、根元で動くのとこの第二関節で動くのと、こんな感じで爪の先の方も動くようになっています。可動箇所はかなり多めの足首になってますね。こちら裏面の羽の方ですね。オーラコンバーターって言われてる部分ですね。これについても、当然稼働するんですが、まず上下動ですね。それからこのカバーの部分、これだけが上に上げることが可能になっています。でこのコンバーターの中が非常に細かく作ってあって、カバーの裏側にラメの入ったようなピンクのパーツですね。それからこのゴールドのパーツの下にさらにそのグレーのパーツがついていて、また根元がゴールドになってるっていう、何層にも分かれたような凝った作りの羽になっています。このコンバーターの左右ですね、これが開くような形になっています。根元に関節があるのが分かると思うんですが、こんな形で独立して羽を開くことが可能になっています。この背中の部分を上下に稼働することができます。全体的に稼働箇所がやたら多くてですね、こんなとこも動くのみたいな感じですね。こちらに穴があるのがわかると思うんですが、こちらにですねウイングをつけることができます。でウイング自体もですね折りたたむことが可能になっています。で閉めると隠れるっていう感じですかね。このオーラコンバーターの色使いっていうのはすごいですよね。ここまで凝った作りになってるのは珍しいですよね。コックピット周りはこのクリアパーツの部分が展開して手前に下がって、でこのピンクの部分がですね中の操縦席になってます。このピンクの部分は稼働はしません。ピンクの中に少し操縦席っぽいようなモールドがついてますね。稼働についてはだいたいこんなもんなんですが、稼働箇所の多さですよね。まずそれにびっくりしますね。なかなか遊びがいのあるキットになってる感じですね。デザイン的にも騎士っぽいデザインでかなりかっこいいフィギュアになってますね。こちら付属のソードの方はですねちゃんと鞘に収まるような形になっています。このアタッチメントをつけることによってオーラコンバーターの方に固定することが可能になっています。またこちらのソードの方なんですが、付属のこのエフェクトパーツですね、これを挿すことによって剣が燃えているようなエフェクトをつけることが可能になっています。それから手首の方ですね、この開き手の方が左右それぞれついているのと、あとはこちらの握り手の方、剣を持たせたりするときに使うような握り手の方が付属しています。最後にこちらの台座の方ですね、オーラバタラーサーバインといった名前が書いてある台座の方が付属しています。でこちらの接続部分をですね、このお尻のアーマーの方に刺すことによって台座の方に固定させることが可能になっています。ざっと触ってみた感想としては、非常に精巧にできていて、なんか芸術品っぽいような雰囲気を持ったようなキットになってますね。ポージングもいろいろできそうですし、かなり遊べるキットじゃないかなと思います。なかなかオーラバトラーって立体化しづらいものだと思うんですが、かなりそれっぽい雰囲気を持ったですねキットになっていると思います。ご紹介の方は以上となりますので、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。